こんにちは、ジョイです。今日は私、世界でおすすめのホテルを紹介したいと思います。最近発売した本なんですけれども、中にも私のおすすめフレーザーホテルが載せてます。で、全部は紹介できないんですけれども、一部を紹介したいなと思います。まず紹介したいのが南のフランスのゴアスにあるリエスというここのホテルは本当に素敵でした。私最初多分インスタでこの1枚の写真見て、で緑のグラスの中にプールがあるシーンがあって、もうそれずっと多分保存して行きたいと思って、やっと4年前に行きました。もうとっても良かったです。車で行ったんですけれども、多分ニースから行ったのかな。ホテルの中でなんか古いお城みたいな感じになっていて、インテリアはちょっとフランスの田舎風なんですけれども、それがすごくなんか温かさがあるような感じになって、であとレストランもすごく美味しかったです。実はそのエミリー・イン・パリスの撮影もそこで撮影してて、アメリーとそのフランス人の彼と食べに行ったレストラン覚えてますか？そのシーンもこのホテルで撮影しました。はい、そこは本当におすすめです。ちょっと高めなんですけど、でも本当に泊まる価値があります。南のフランスでいいな、癒されるなって思われるようなホテルです。はい。続いてその下ミコノス、はい、カフォターボというホテルなんですけれども、ギリシャにあります。実はミコノスとサントリーニ、ギリシャ行ったのが8年前かな。はい。で両方ともサントリーニもタフォタボとミコノスもタフォタボで泊まりました。何がいいかというと、そこのプールがすごく素敵で、外にベッドがあって、プールの上にベッドが置いていて、でそこで夕焼け見るのがすごく素敵です。はい。でとっても人気があるホテルなので、もし行くとしたら早めに予約取った方がいいと思います。で、ギリシャだから夕焼けが一番綺麗なので、絶対夕焼けが綺麗に見えるホテルを選んだ方がいいです。なぜかというと、やっぱり街中で見るとすごい人が集まってくるので、ホテルで自分の部屋とか自分のホテルの中でゆっくり見るのがおすすめです。で続いてサンドメニコ・タオミナというところです。ここはネットフリックスの有名なホワイトロータスのシリーズでご存知ですか？でそのシリーズのシーズン2で撮影した場所になります。ホワイトロータスはとっても面白いドラマで、だいたい4シーズンのホテルで撮影してるんですけれども、客の話とあとホテルの従業員の話になってます。もうちょっととても面白くて、で、ドラマもそうなんですけれども、実際このホテルは多分私も昔からインスタで見て放送してて、でたまたまホワイトロータスで撮影した場所なので、さらに行きたくなってで行ってきました。3年前かな。はい。で、シチリアのタオミナという町なんですけれども、ちょっとなんか山の方にあって、でホテル自体がもともと修道院だったんですね。なので、ちょっとなんかちょっと教会っぽいところもあるし、部屋自体もこのシスターが住んでた部屋とかもわかるし、ガーデンも素敵で、プールも素敵で、とっても良かったです。で後半だけはちょっといまいちかなと思いました。はい。でもホテル自体は本当に泊まる価値があります。でたまたま私、アップグレードしてくれて、
でちょっとちっちゃいプール付きの、部屋になりました。それも良かったです。はい、あとタウミンナの街自体がとても面白くて、レストランも多いし、ちっちゃいお店もたくさんあったし楽しかったです。で続いてこれは去年やっと泊まれたホテルです。これも南フランスなんですけれども、コタ中にあったキャピタルロックというホテルです。これはもうカラディフォーベよりも高くて、ずっと気になってて、何年も気になってて、去年は自分のご褒美に泊まりに行きました。多分普通最低でも5泊がミニマムなんですけれども、電話してどっかなんか隙間空いてないかって聞いたら2泊で泊まれたんですよ。なぜかもう5泊泊まるのそんなお金がなくて、2泊でも相当高かったんですけれども、でもそれでも行きたくて、で、行けました。去年もう本当に良かったです。もう世界でトップレベルで分かったんですよ。はい、もう建物も綺麗だし、サービスもいいし、景色も綺麗だし、やっぱりトップホテルでそのロケーションがもうロケーションだけでベストだなと思いました。もう全てが完璧でした。はい、で朝ごはんのところもよくて、なんかテラスで食べるところもあるし、海沿いのレストランもあるし選べるんですね。夜も一緒で、なんか海沿いなんですけれども、なんか3階と2階も全然雰囲気が違って、メニューも違って、両方楽しめたのが良かったです。はい、でこれもすっごく良かったです。続いてこのアルマーシのホテルもすごく良かったです。レ・セレヌーセというホテルなんですけれども、多分もう世界中のインフルエンサーさんがみんな行ってるホテルじゃないかなと思います。これも多分7年前くらい行ったんじゃないかなと思うんですけれども、アルマーティでいろんなところを泊まって、でずっとこのホテルずっと気になってたんですけれども、2泊してて、これもすごく綺麗でした。もう本当に建物自体も綺麗で、プールも綺麗で、特に朝ごはんのところも綺麗です。アルマーシってレモンが有名なところなんですね。で朝ごはんの、その部屋がなんかレモンがいっぱい飾っていて、もう本当にシーンだけで全部絵になります。はい、ここもおすすめです。はい、で続いて、はい、最近も行ってきたんですけれども、カラディフォーベ、イタリアのサーディニア島にあるトップのホテルです。はい、私初めてサーディニア島に行った時に全くサーディニアのことが全然分かんなくて、でホテルを調べた時もなんかいろいろ出てきて、一番高かったんですけれども、いやでもこんな高いホテル泊まっていいのかなと思って、でもここのホテルだったら、車、なくても一人でも行ってよかったと思って、プールもあるし、プライベートビーチもあるし、レストランもあるし、たまたま誰も一緒に行ってくれないから一人旅行だったんですよ。このホテルは高いんですけれども、車なくてもホテルの中で全部完結するので、高くてもここにしました。でも良かったです。本当になんかもう泊まって分かったのが、歴史があるホテル、今までいろんなセレブ、世界中有名な方が泊まったホテルで、周りのゲストもなんかどっかの貴族の人のような方たちが泊まっていて、で本当に良かったです。ご飯もとっても美味しくて、で
朝日もすごい綺麗で、建物自体が独特なピンクで作った建築の建物なんですけれども、たまたま私時差ボケで朝起きたら、その朝の朝日のなんかちょっとピンクになってる色と建物のピンクの色がすごいマッチしてて、すごく綺麗でした。はい。で、部屋はちょっと高かったんですけれども、でも朝ごはんとディナー両方付きなハーフトボートの、プランだったので良かったです。はい。で、プライベートビーチもあって、なんか専用のボートが連れて行ってくれるのがすごく楽ちんでした。あとやっぱりそこの中いろんな発見があって、で今扱ってるうちのスメルディナーというお水もそこで見つかって、このトップクラスのホテルは扱ってる水はきっといい水だろうと思って、そのまま飲まずに家持って帰ったんです。日本に持って帰って、そのままずっと冷蔵庫の中に置いてて、最初は瓶が綺麗だな、こんな綺麗な瓶の水なかなかないなと思って、でコロナの時になんか多分暇で調べたら、実はその水がベストウォーターでその賞を取ったお水で、世界中でも認めたベストウォーターで、サルデーニャの水も実はすごく品質が良くて、で地下水アーティションウォーターというものなんですけれども、80年前ぐらいの水がもう山の300メーターの下にある水で、一切空気触れず、日光とか全然そういうのがなくて、そのままボトルにしてるお水なので非常にミネラルの、バランスが良くて、なので飲むとすごくなんかディトックス効果あるので美容にもつながる。で本当に美味しくて、なのでそれもそれきっかけで輸入することになりました。はい。なのでそこのホテルは行っていろいろ勉強になったなと思います。はい。最後テルアビブのノーマンドゥノーマンというホテルを紹介したいと思います。このドゥノーマンはもう本当に私も大体今年1回はイスラエル行ってます。でもうこのホテルもしか泊まらないぐらい大好きです。ドゥノーマンもともとロンドンのデザイナーさんがデザインしたホテルで、もう本当にご飯も美味しいし、もう上品だし、多分皆様イスラエルだとなんかちょっと戦争のイメージがあって発展してないイメージあるかもしれないんですけれども、実際テルアビブはもうすごい進んでいて、やっぱり富裕層が多いからもうレストランも美味しいしおしゃれだし、おしゃれだったらもうイスラエルかなと思います。はい。でこのホテルは本当におすすめです。もう毎回泊まります。もう本当に全てなんか居心地がいいんですよね。ベッドも気持ちいいし、あと自然光入ってくるのも気持ちいいし、で上にルーフトッププールもあって、それもいいし、朝ごはんも美味しいし、もう全てもう完璧ぐらいのホテル、私は思います。ロケーションもすごくいいです。はい。さて、私紹介したホテルはいかがでしたか？皆様もしおすすめなホテルがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。